皆さん、こんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはドタキャンです。ドタキャンという言葉、聞いたことありますか？この言葉は土壇場でキャンセルするの略で、予定や約束を直前になってキャンセルすることです。ここにある土壇場っていうのは、何かしらの決断を迫られているギリギリの場面のことを言います。ではドタキャンと呼ばれるタイミングはいつかというと、明確にはないんですが、だいたい前日から当日のキャンセルになります。ドタキャンにある理由としては、体調不良、自分とか家族ですね。また仕事や休養が入った。日にちを勘違いしていた。遊ぶお金がない。もう外に出るのが面倒になった。このような理由が挙げられます。でもしドタキャンしてしまうとき、どうしたらいいのか。本当はドタキャンってしたくないと思うんですけど、やむを得ない場合は気をつけていただきたいことがあります。それはできるだけ早く連絡すること。理由を正直に伝えること。しっかり謝ること。ごめんなさいとか、すいませんでしたですね。あと、キャンセル料は自分で負担することもマナーですね。日本だと居酒屋、レストランとか、そういうお店に事前に予約をした際に、当日キャンセルはお金をいただいておりますという、お店もいくつかありますので、やっぱり当日キャンセルをする場合にはキャンセル料は自分で払うよということも伝えておくといいと思います。はい、ということで例文を3つ紹介します。1つ目、せっかく準備したのに友達にドタキャンされた。今日友達と一緒にデパートに行く日です。楽しみにしていました。朝早く起きてメイクもちゃんとして洋服も選んで楽しみと思って外に出ようとしたら連絡が来ました。友達からごめん今日行けないというのでドタキャンの連絡が来て、そしたらせっかく準備したのに行けないなんてっていうので悲しい気持ちになりますね。2つ目、昨日は休養でドタキャンしてごめん。私は本当は昨日友達と約束していました。ご飯を食べる約束をしていたんですが、急に用事ができた、仕事が入った、そういう理由で行けなくなってしまったっていうのを謝っていますね。3つ目、あの人毎回ドタキャンするから信用できない。っていうのはあの人っていうので、ドタキャンを何回もする、ある人のことが思い浮かんでいます。先月もそうだったし今月もそうだしっていうので、ドタキャンを何回もする人はちょっと信じられないですよね。ということで例文を3つ紹介しましたが、使い方わかりましたか？今回のテーマはドタキャンです。皆さんはドタキャンってされたことありますか？友達とか、大事な人とか、約束をしていたんですが急に来れなくなったっていう、連絡がありました。そういう時皆さんってどんな気持ちになりますか？悲しいっていう気持ちだったり、
行きたかったのにっていう残念な気持ちだったり、もうなんでそんなにドタキャンするのっていう怒りの気持ちだったり、いろいろあると思うんですけれども、私は人によって違います。例えばドタキャンをするっていう連絡が来た時に、その人が何かしらの事情があってそうなってしまったっていうので、その事情をちゃんと話してくれて、謝罪の言葉、ごめんなさいとかすいませんとか、そういう言葉があるんだったら、私は大丈夫です。予定変更すればいいかって思うんですけど、ただその事情を話してくれず、曖昧にされたりごまかされたりすると、なんでってその理由が気になりますね。あとはその謝罪の気持ちが伝わってこないっていうのもって感じてしまいます。あとは先ほどの例文にも出てきた、もう何度もドタキャンする人、こういう人もって思っちゃいますね。あとは約束を決める段階で、例えば約束を決めるときって、いつ、何時、どこで、何するとか、そういうのをお互い決めていくと思うんですけど、その話し合いがうまくいかなかったときに、ちょっと感じますよね。あれ、この人本当に会う気があるのかな、もしかしたらドタキャンしそうだなっていう気配があって、で実際当日とかに行けなくなったって連絡が来ると、やっぱりドタキャンするんだっていうので気分が悪くなりますね。というので、ドタキャンっていうのはやっぱりやむを得ないことなので仕方がないっていうふうには思うんですけど、やっぱりそのドタキャンする時のその言葉とか、その気持ちが伝わるように、相手に不快な思いをさせないように努力することっていうのが、マナーというか大事なことなんじゃないかなっていうのは私も思っています。なのでやっぱり約束する時ってお互いいろいろ忙しい中で時間を合わせてするものなので、ドタキャンを平気でしたりとか、ドタキャンを何度も繰り返すってなると、やっぱり2人の信頼関係が崩れる原因になると思うんですよね。ですので私自身もドタキャンはなるべくしないようにしてるんですけど、やっぱりドタキャンする時の礼儀というかマナーというのをわきまえておくといいのかなって思います。ということで、皆さんはドタキャンされた時どんな気持ちになりますか？ぜひ考えてみてください。今日出てきた単語を復習します。ドタキャン、ドタキャン、体調不良、体調不良、休養、休養、事情、事情、謝罪、謝罪。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。